この世界のどこかには僕が楽しく暮らしていける場所があるはずなんだ。だけどもう翼が折れてしまったから遠くには行けない。僕は疲れた。決闘小屋に帰りたいよ。あそこには優しくしてくれる人がいた。僕を嘲笑ったり蔑んだりする人もいたし、毎日の決闘でたくさん怪我をしたけど、ここよりはずっといい場所だった。こんなところで死ぬくらいならせめて決闘小屋で死にたいよ。僕の居場所はきっとあそこなんだ。そんなことない。己を取り囲み四方八方から罵詈雑言を浴びせる竜たちをピュートンは睨んだ。僕はもう一度この山から出ていく。邪魔をするなら戦ってみせる。貴様が戦う？我々に歯向かう度胸もない貴様がか。決闘賞のおかげで戦いには慣れた。僕はもう逃げない。力強い決意を叫んだピュートンに竜たちは激怒し一斉に襲いかかった。もはやその瞳に理性の輝きはない。竜たちの方向が山を大きく震わせた。立ちふさがる竜たちを倒し、ようやくのことで一族の住処にたどり着けば、そこにあったのは破壊し尽くされた檻。血だまりに沈む巨大な竜たちの亡骸。そして我を忘れて暴れる一匹の竜の姿。あそこで暴れている竜はもしかしてピュートンではないですか？おやおや、少し見ないうちにさらに醜くなってしまいましたね。どうやら人形たちの声が届いたようだ。ピュートンはひときわ大きな声で吠えた。こちらのことがわからないようです。
きに戻してあげましょう。とりあえず殴ればいいと思います。殺さない程度にぶちのめしましょう。これは痛いよ。大暴れした末に気絶したピュートーンは目覚めるとガタガタと震え出した。僕はなんてことを。一族の亡骸を見てピュートーンは大粒の涙を流した。そんな彼を生き残った竜たちは物陰から息を殺して見つめていた。こんなことするつもりじゃなかった。ごめんなさい。謝罪に応える者は誰もいない。ピュートーンはさめざめと泣きながら故郷の山を後にした。数日後、決闘小屋へ帰ったピュートーンを待っていたのはいたわりの言葉でも優しい言葉でもなく、おやおや、ここまで醜くなられると客もドン引きじゃないか。これじゃショーには出せないね。オーナーの吐き捨てるような一言と優しかったスタッフたちの虫けらを見るような凍りついた視線。代わりのやつを見つけたからお前はもう必要ないよ。そう付け足してオーナーは嘲笑った。そんなこと言わないで。僕の居場所はもうここにしかないんだ。僕を見捨てないで。僕何でもするよ。だから僕をここに置いてください。これで世界の謎がまた一つ解明されます。必要ないなんて言わないで。何でもするから追い出さないで。泣き伏せて懇願するピュートーンをオーナーは面倒そうに見下ろしたが、やがて彼は何かをひらめいたようだった。張り付いた笑みを浮かべ、泣きくれるピュートーンを覗き込み、オーナーは猫なで声を出す。本当に何でもできるかい？それならもう一度だけお前を必要としてもいいけどね。
僕に与えられた新たな仕事、それは決闘小屋の賭けに負けたお客さんのストレス発散に付き合うこと。牙を抜かれ、足かせをはめ、鎖でつながれて、絶対に抵抗しないサンドバッグとして暴行を受け、罵詈雑言を浴びる。やがて片目を失って片足が折れて、毎日大量の血を吐くようになった。でもオーナーとスタッフは毎日優しい。僕は必要とされてる。僕の居場所はここなんだ。だから僕は平気。僕を見捨てないで。僕を必要として。大丈夫。僕はまだまだ働けるよ。戻ってお茶にしましょう。山に残された竜の一族はストレスを発散できずに怒りをまき散らし、仲間同士で壮絶な殺し合いの末に滅んだ。決闘小屋のオーナーはキューティーちゃんの連勝によって賭けが成立しなくなって破産。借金苦のため決闘小屋に火を放ち焼死した。鼓膜が破れて音も聞こえず、神経が死に痛みすら感じなくなったピュートーン。彼にとって罵詈雑言は励ましに。傷による血の滴りはぬくもりに感じられた。そして醜い僧帽に笑顔を浮かべ、彼は最後の時を迎えた。そして誰もいなくなったとさ。めでたしめでたし。しかし本当におめでたいですね。あの決闘小屋には随分と稼がせてもらいました。この本家で笑いが止まりませんよ。それにしてもあの竜は愚かな選択をしましたね。故郷から一度は逃げ出したように。決闘小屋からもさっさと逃げ出せばよかったのに。自分を貶める振る舞いをしてくるやつとは無理に付き合わない方がいいのにね。あんな目にあっても必要とされたいなんて救いがたい愚か者です。あなたはせいぜい同じような選択をせずもっと生きてあがいて我々を長い間楽しませてくださいね。